こんにちは、トミーです。ロジカルに考えるインテリアシリーズ、おかげさまで多くの方に見ていただいているようで本当にありがとうございます。ということで第3弾となる今日のテーマは狭い部屋の家具選びです。特に都心部は部屋が狭いので家具選びに頭を悩ませる人は多いと思います。今日は狭い部屋でも広く過ごすにはどのような家具を選べばよいか、ワンルームで2人暮らしをしている私が実際に実践している方法を話していきたいと思います。それでは行きましょう。人は部屋全体から受ける印象で広さを判断します。なので面積はさほど変わらないのに実際の面積以上に広く感じる部屋となんとなく狭く感じる部屋があります。ということは視覚的な広がりを演出することで広く見せることができるわけです。この視覚的に広く見せるための家具選びのポイントを紹介していきます。 No.1 用途の兼用。まず第一に物の量が少ない方がすっきり見えるものです。なので1つで2役3役になるような家具を選ぶことによって家具の量を減らしましょう。例えばテーブル。うちではこのテーブルの上で食事もするし仕事もするしお茶もします。それぞれの用途別にテーブルを持つのではなく全てを兼用できるダイニングテーブルを選びました。これより小さいと仕事がしにくいし、これより大きいと圧迫感が出てしまう。狭い我が家にはちょうどいいサイズ感かと思います。またソファーは持たずソファーのようにくつろげる椅子を選んでいます。このデンマークの椅子は座るとペーパーコードの座面が少し沈み、座り心地が良くて長く座っていても疲れにくいです。もっとリラックスしたいときはアウトドア用の椅子が便利です。こちらのヘリノックスの椅子はピクニックやキャンプでも使えるし、使わないときは折りたたんでコンパクトになるし、軽いので動かしやすく狭い部屋でも使いやすいです。またサイドテーブルは持たずサイドテーブルにも使えるスツールや椅子を選んでいます。椅子の隣に置いてサイドテーブルとして使ったり、ベッドサイドに置いて使ったり、またフロアスタンドを置いたりアロマを置いたりと、ちょっとした台座代わりにも使えます。もちろん来客があった時には椅子として座って使えます。このようにスツールや椅子はいろんな用途で使えるので便利かと思います。 No.2 ハイタイプよりロータイプを選ぼう。狭い部屋は床面積が小さいためたくさんのものを上へ積み上げるのが効率的と考えがちですが、背の高い家具は圧迫感が出てしまうので狭い部屋には NG です。例えばもしこのシェルフがもっと高さがあったらどのように見えるでしょうか。はい、いかがでしょうか。圧迫感がありますよね。目線より低いものを中心に選ぶようにしましょう。ベッドもロータイプを選ぶと視覚的に広く感じさせることができます。収納があるタイプのベッドはさらに床下の抜け感がなくなってしまうので個人的にはあまりおすすめはしたくないです。収納が足りないからといって安易に収納を増やすのではなく、まず物を減らすようにしましょう。 No.3 視線の抜け感を意識しよう。部屋は床面が多く見えるほど広さを感じると言われています。そこでなるべく床を遮らない足つきの家具を選びましょう。サイドボードやチェストはこのような足がついたもの、ソファーについてもどっしり床についているタイプよりも足があり座面が床から浮いて見えるデザインの方がすっきりして見えます。さらにその足が細いものを選ぶと抜け感が増します。例えばテーブルや椅子の足は太くどっしりとボリュームのあるデザインよりもこういった細くスッとした華奢なデザインの方が視線が抜けるので広く見せることができます。またこれは家具の選び方というよりレイアウトの話になってしまいますが、バルコニーへの視線を遮らないことが抜け感を作る上で重要になってきます。レイアウトするときに注意してみてください。 No.4 家具の高さを揃えて水平ラインを強調しましょう。高さの凸凹がなくなるだけで視覚的な情報が整理されすっきり見えるし、さらに水平ラインが強調されると視覚的な広がりを感じさせることができます。
このサイドボードは自作したもので、水平ラインが揃うようにデザインしています。さらにダイニングテーブルと高さを揃え、視線の広がりを演出しています。No.5 最後の仕上げは間接照明による演出です。部屋の角や窓際に明かりを置くことで壁によって反射され、空間の広がりを感じさせることができます。すでに多くの雑誌で解説されていますが、照らす位置で効果が変わってきます。上方の壁、天井に向かって明るくすると、より天井を高く見せることができます。一方、床付近の低い位置を明るくすると、床面の広がりやさらにリラックス効果が得られます。具体的にはこういったスタンドライトやテーブルライトを壁際に置いたり、アームライトを壁に向かって当てるのが基本になってきます。また賃貸でも使えるちょっとした出っ張りにつけられるクリップライトや旗金という金属を使ったライトが便利です。ハンガーライトといってフックや出っ張りにかけられるライトも素敵ですね。照明についてはこちらの過去動画で詳しく説明していますので、見てもらえると嬉しいです。はい、いかがだったでしょうか。今回は狭い賃貸でも広く見せる家具選びについてお話ししました。私も部屋が狭いので家具を買う際には今回の内容も含めて考えに考えを重ねるようにしています。もしよろしければ皆さんのご意見もコメント欄でお聞かせ願えればと思います。それでは今日はここまで。終わり。